それは突然のことだった。太陽がその輝きを失ってしまったのは、この異変によって地上に降り注ぐ光が減少し、作物が育たなくなり、どの国も深刻な食糧難に直面することとなった。国と国との争いをはじめ、人類は確実に破滅の道をたどり始めていた。こんにちは、私アネット・バーンズ。私たちの冒険の舞台となったグローランサー3の世界についてお話ししましょう。この世界では人類とフェザリアンという2つの種族が平和に暮らしてたわ。人類が魔力の源グローシュを使って魔法を使うことができるのに対して、背中に羽があるフェザリアンは空を飛ぶことができる上に優れた科学力も持ってるわ。それと人類ともフェザリアンとも違う別の種族がいたの。その話をするにはまず精霊について知っておいてもらわなくちゃいけないわね。この世界には火、月、地、海、風、闇の6つのタイプの精霊たちが存在していて、彼らの働きによって世界のバランスが保たれていたの。その精霊が100年生きると妖精になることができるらしいわ。精霊を操ったり妖精を見ることができるのは、それぞれの修行の場で厳しい修行を行った人たちだけ。それが精霊使いと呼ばれる人たちよ。そんな精霊や妖精、それに精霊使いを含む人類とフェザリアン、みんなが一つの世界で共存し合って暮らしてきたのが私たちの世界。でもあの太陽の異変が全ての状況を変えてしまったわ。大陸の東に位置するローランド王国では雨が降り止まず、国土の大半が荒廃し、深刻な食糧危機に陥ったし、南のシェルフェングリフ帝国では皇帝の崩御に伴う後継者争いが勃発。さらに西のアグレシバル王国は国土の半分が不毛の地になっちゃって、比較的異変の被害が少なかった我がキシロニア連邦を狙っていたの。そんな時だったわ、彼が私たちの前に現れたのは。私が住んでる町ボルトーン近くの崖の下で発見され、気づいた時には全ての記憶を失っていた青年。彼との旅はそう長い旅になったわ。そしてその旅の途中で私たちはある重要なプロジェクトが進められていることを知ったの。人類が持つ魔法の力とフェザリアンが持つ科学力を結集して、滅びに瀕している私たちの世界を全く新たな世界と重ね合わせようという壮大な計画。そう、時空融合計画よ。時空融合塔は遥かな時空の彼方に新天地を求めて旅立っていったわ。この時新たな時空に旅立っていた人たちが生み出した伝説が最初のグローランサーの物語ってことになるのよね、ルイセちゃん。そうなんです。私たちの物語は時空融合計画が行われてからおよそ1000年後ですから、私たちはアネットさんたちを残して新天地にたどり着いた人々の子孫ということになりますね。新天地とは言っても時空融合計画が成功してこちらに来たばかりの頃はものすごい苦難があったと思うんです。だって重ね合わせた世界にはグローシュが存在しなかったんですから。人々はアネットさんたちがいる世界から漏れてくるわずかなグローシュを使うことができるだけでした。でも特別な人たち、そう、日食の時に生まれた人間はたくさんのグローシュを操ることができ、強い魔力を発揮することができたんです。それがグローシアンと呼ばれる人々です。時空融合計画でこちらに来たばかりの頃は、グローシアンが自分たちだけが持つ強い魔力を武器にして世界を支配しようとしていました。その最初の障害となったのが、重ね合わせた世界に先に住んでいたゲーブという生物です。そしてそのゲーブたちの王として旧世界を支配していた存在がゲーバスです。
新天地にたどり着いた人類とフェザリアンにとってあまりにも強大なゲーバスの精神を滅ぼす術はありませんでした。そこでその時代で最強だったグローシアンの体内にゲーバスの魂を封印したんです。ゲーバスの脅威が消え去るとグローシアンはいよいよ世界の支配に乗り出しました。そしてグローシアンとフェザリアンの間に戦争が起こったんです。フェザリアンは科学技術の力を使ってゲーブを元にした生物兵器を作りました。でもその生物兵器はグローシアンに捕らえられ、戦う手段を失ったフェザリアンは地上での生活を捨ててしまったんです。そしてグローシアンは世界を支配することに成功しました。でもその圧政に苦しんだ人々はやがて反乱を起こしました。人類全体から見ればもともと少数派だったグローシアンは反抗勢力を抹殺するためにかつて捕らえたフェザリアンの生物兵器を改造しました。それが私たちが戦ったゲベルです。ルイセちゃんたちが？だってゲベルが作られたっていうのはまだグローシアンの王国があった頃の話でしょ？復活させた者がいたんです。それはグローシアン最後の王ベンツェル。最後の王？ええ。でもベンツェルも王となった頃は人格者として民の信頼も厚かったそうです。それがどうして？ゲーバスのせいです。ゲーバスの魂はその当時は2人いた最強のグローシアンの中に2つに分けて封じられました。そのうちの1人がベンツェルだったんです。でもゲーバスの攻撃的な支配欲によってベンツェルの性格は少しずつ変わっていきました。そしてついには暴君となってしまったのです。自らの王国を復活させるという野望に取りつかれたベンツェルはより強大な力を得ようとゲベルとの融合を試みたんです。でも私たちにも希望はあったんです。この重ね合わされた世界が生まれた頃から語り継がれてきた予言のような言葉があったんです。この世が闇に包まれるとき光の救世主が現れる。そうです、グローランサーの伝説です。それが証明されるきっかけとなったのは私が住んでいるローランディア王国で宮廷魔術師を務めている私のお母さんサンドラが受けた暗示でした。暗示はまだお兄ちゃんが小さい時、世を滅ぼす闇になるか世を救う光になるっていう相反する2つの暗示を受けたんです。お兄ちゃんの将来を案じたお母さんはお兄ちゃんが自立できる年齢になるまで王都の外には出さないで外界とも接触しないようにしていました。そしてお兄ちゃんが17歳になった時、自分の目で世界を見てくるようにって言って旅に出すことにしたんです。それから長い戦いの果てにたくさんの人たちの力を借りながら私たちはゲベルを倒しベンツェルの野望を阻止して、お兄ちゃんは伝説の光の救世主グローランサーと呼ばれるようになったんです。そしてそのわずか1年後にはさらなるグローランサーが誕生します。それがウェイン・クルーズ。彼がグローランサーと呼ばれるようになるのに大きな働きをしたのがサルローネ・クラウディオスさんですよね。それでは私たちの冒険グローランサー2の世界についてお話しします。ルイセさんたちの旅が終わった1年後、その頃私はバーンシュタイン王国の第2師団に所属していて、ウェインは同じ部隊の先輩でした。きっかけはランザック王国との国境付近に出没する謎の武装集団の調査という任務を受けたことですね。それから
罠にはめられてお尋ね者になってしまったり、濡れ衣を晴らすために駆けずり回ったりしているうちに、大きな敵が私たちの前に現れたんです。傭兵団グランツェンシュトルムを率いるウォルフガング。彼は先の戦争、これはルイセさんたちが戦ったあの戦いですが、それが終わって働き口を失った傭兵たちに安住の地としての独立国を作るという野望を抱いていました。でもルイセさんたちの敵がベンツェルだけではなかったのと同じように、私たちの敵もウォルフガングだけではなかったんです。最大の敵となったのはゲーバス。ゲーバス？それって確かベンツェルの中に封じられていて倒されたはずじゃ。はい、確かにベンツェルは倒されました。でもゲーバスを封印していたのはベンツェルだけではなかったんです。ああ、そういえばルイセちゃんも言ってたわね。最強のグローシアンは2人いたって。そのもう一人の最強のグローシアンというのがアリエータさんです。そのためアリエータさんは人類とフェザリアンの新天地を維持するために、できるだけ長くその体内にゲーバスを封印させ続けなければならないという宿命を背負ったんです。メイ君として尊敬していたベンツェルの負担を軽くするために、自ら志願してゲーバスの魂の半分を封印したそうです。でもベンツェルが倒されたことによって2つに分けられていたゲーバスの魂がアリエータさん一人の体の中に統合されてしまったんです。意識の統一ができるようになったゲーバスは少しずつアリエータさん自身の意識を押しのけて、アリエータさんの体を乗っ取りながらある計画を進めていました。ゲーバスの本来の体を復活させ、世界を人類の手から自分たちの手に取り返そうとしていたんです。でもいろいろな国のさまざまな方々、そしてもちろん初代グローランサーさん、そういったたくさんの人たちに助けてもらいながら、私たちはウォルフガングの野望を阻止し、ゲーバスを倒すことができたんです。そしてレインもまた伝説の光の救世主グローランサーと呼ばれるようになったんです。ところで時空融合島での移住をしないでかつての地にとどまったアネットさんたちはその後どうなったんですか？太陽の異変という大災悪よりもさらに差し迫った陰謀が私たちの知らないところで進められていたの。その全ての黒幕にして最大の敵だったのがシオン。世界を我が物にしようという野望に取りつかれたシオンは、世界を支配できるような絶対的な力を手に入れるため、5万の死者の魂を集めるという恐ろしい計画を進めていたの。そしてこのシオンこそが太陽の異変を引き起こしていた元凶でもあったわ。でも旅を続けていく中で巡り合ったさまざまな人たちの力を借りることができたの。そしてみんなの力を合わせて5万の死者の魂が集められる寸前でシオンを倒した時、闇に覆われかけていた大地に太陽の光が戻り、前の世界に残った私たちも未来への希望を取り戻すことができたわ。あれ、今のアネットさんのお話、私たちに希望をもたらしてくれたあの伝説の言葉に似てません？あ、この世が闇に包まれる時、光の救世主が現れる。ね、アネットさんたちの物語がグローランサーの伝説となって語り継がれていたのかもしれませんね。そうね。でもまあとにかくそれぞれの旅が多くの苦難に満ちたものだったことだけは確かね。その分多くのドラマに触れることができましたよ。そうですよね。数多くの敵とも戦ったけど、心から信頼できるたくさんの仲間たちと巡り合うこともできました。そう、あの場所もあの仲間たちもみんな伝説